count the day that I know I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look at my window to see what the universe has in store. 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回はついに11月16日土曜日に先行予約がスタートする手帳の時間オリジナルファンタジードットマーカーの簡単活用法をお届けします。使いやすいカラーが12色入っていて、仕事、勉強、プライベート何にでも使えるファンタジードットマーカーですが、今回は真似しやすい簡単イラスト多めでご紹介します。マーカーの見た目はこちら、すっきりおしゃれなフォントにもこだわりました。ぷくぷくした丸い形の太ペンは誰でも簡単にポンポンと色をのせることができます。予定が書きやすい 0.5mm の細ペンはとても滑らかに書けてストレスがありません。ということで早速行ってみましょう。まずは基本の書き方。少し強めに押すと大きめのドット、軽い力で押すと小さめのドットが書けます。さーっと線を引いたり、スーッと力を抜いたり、この3つが基本になります。あとは細ペン。紙にもよりますが、国用さんのソフトリングノートに書くと裏抜け具合はこんな感じです。自分の手帳やノートなどで使う場合は一番後ろのページとかで確認するといいかもしれません。では早速簡単お天気アイコンから始めていきましょう。よく使うのは晴れ、雨、曇りの3つ。晴れは簡単ですが、雨はまず傘の大きさを太ペンで決めて、後から1、2、3と線を書き足します。細ペンで軸を書いたら完成。曇りは3つのドットを並べた後、上に大きいドットと小さいドットを2つ並べて完成です。ここから風が強い日は風っぽいマークを追加したり、ピューって感じ伝わりますか？あとは雨の強さや多さによって雨粒を追加しても可愛いです。今日は雲が厚いなという時は細ペンで雲の影を描き足したり、雷マークを描き足したり、お天気アイコンだけでもファンタジードットマーカーでいろいろとアレンジができます。他にも知りたいアイコンはありますか？基本の3つを覚えておくとマンスリー部分にも使えてとっても便利だし、後から少しずつ雪とか台風とかバリエーションを増やしていくと楽しいです。次に無印の B5 ハーフマンスリーウィークリー手帳を使った簡単アレンジをご紹介します。色をちょっと足すだけでどんな風になるでしょうか？先日の手帳の中身動画ではバレットジャーナルに枠のアレンジをしました。今日はステッカーなどは使わずファンタジードットマーカーだけで仕上げていきます。ということでまずはこの2本、ファンタジーライトブルーとファンタジーレッドで簡単なラインを描いてみましょう。ドットと線の組み合わせで枠や見出しは簡単に作れます。色を変えても可愛いのでお気に入りのカラーでぜひ試してみてほしいです。ノートの区切りなどにも使える簡単なライン。ドットを書く際にあまり力を入れず小さい粒を作るのがポイントです。次はファンタジーライトイエロー1本。まずは太ペンでシュッシュッシュッと3本動きのあるラインを書きます。そして細ペンで星マークを書けば可愛い星の世界の枠が完成。中に写真を貼ってもいいですね。次はファンタジーブラウンとファンタジーブルー。ファンタジーブラウンはお花や植物を描くときに重宝します。細ペンで枝っぽいイラストを描いて、ドットで果実を追加すると背景にも使えるデコができました。次はファンタジーイエローとファンタジーグレー。まずは細ペンでくるくるくるっと斜めに線を描きます。これだけでもいいし、ここからこのように線を下ろして電球をつけても可愛いです。
電球の色はイエロー系にしましたが、お好みで赤とか青とかぜひ使ってみてください。交互にしても可愛いかも。一色でも大きさを変えるだけでとても華やかになります。最後の細ペンでリボンを追加するとちょっとラブリーなガーランドの出来上がり。最後に黒ペンで文字も追加しますね。続いてはファンタジーパープル。私の場合は太ペンだったら軽い力で線を引くとだいたい 2mm くらいの太さになります。手帳だけではなくメッセージカードでも最適な太さになるので、こういう簡単な枠は覚えておくと便利です。太ペンと細ペンで強弱を楽しんでみましょう。次はファンタジーブラック。ドットマーカー1本で何かを書きたい場合は、太ペンと細ペンで何ができるのかイメージすれば簡単に活用ができます。最初にご紹介した基本の書き方を組み合わせるだけでたくさんのアレンジができるので、丸、三角、四角、星、リボンなど簡単なマークから始めてみてください。これはドット柄のリボンです。ちょうどクロミちゃんの雰囲気にぴったりなのでここでも活用しています。次はファンタジーグリーンとファンタジーライトグリーン。この2本で楽譜のアレンジをしたかったんですが、1本線が足りませんでした。気を取り直して次はドットをランダムに配置します。そして細ペンで好きな形の音符を書いたら完成。楽しそうなスペースになりました。最後はファンタジーピンクを使います。ここでは3つのドットを作るので、後から黒ペンでアイコンに変化させます。こんな感じで全色を使ってみました。まだ文字は入っていませんが、見出しや枠を書くとカラフルで可愛いですね。裏抜け具合もしっかりチェックして、ドットの部分はポンポンと軽く押せば裏抜けは気になりませんが、じっくり押して液がじわっと広がる場合は少し裏抜けが気になる時があるかもしれません。ということで文字を追加してみました。ピンクのドットは3つのアイコンに早変わり。アレンジは無限大です。これから手帳の時間と一緒にファンタジードットマーカーアレンジをぜひ極めていきましょう。先ほどもご紹介した通り、ファンタジードットマーカーを使って人気のキャラクターもたくさん描くことができます。12色のカラーは基本の使いやすいものだけを選んでみたんですが、私はよく子供たちのためにキャラクターを描くので、その点も考慮して12色のバランスを考えました。ピンクとブラックでクロミちゃんも描けちゃいます。その他、トイストーリーで人気のキャラクター、リトルグリーンメンも描いてみましょう。まずはファンタジーライトグリーンで輪郭を描き、頭にアンテナ、耳はピンと尖らせて、目は3つ、真ん中だけ少し上に描き、黒目を塗ります。口元はにっこり、中心にひし形を描いて顔の色を塗りましょう。襟は紫、宇宙服はブルーで描きます。短い胴に短い足がとっても可愛いですよね。では3本シュッシュッシュッと力を抜いて宇宙のロゴマークをつければ完成。最近のお気に入りなのでよく描いてますが、ピクサー、ディズニー、ポケモン、サンリオなどいろんなキャラクターにも使えるカラー展開になっています。季節の果物とかお花はもちろん、子供から大人まで楽しく使えるセットなのでぜひ使ってみてください。ノートの表紙アレンジにもぴったり、これで完成しました。普段のスケジュール管理だけじゃなくて、勉強のポイント整理、カレンダーアレンジなど、ファンタジードットマーカーが生活の一部になるよう、手帳の時間もこれからたくさんのアレンジを発信します。ちなみにこれは100均のカードに書いたちいかわアレンジです。他にもリクエストがあればぜひコメントしてください。あと最近インスタグラムで発信しているキャラクターが入った花丸アレンジはファンタジードットマーカーで背景の仕上げをしています。赤ペンだけ無印の水性サインペン、あとはほとんどファンタジードットマーカーです。とても元気になれます。
ということで今回は11月16日に先行予約がスタートする手帳の時間オリジナルファンタジードットマーカーの簡単活用法をお届けしました。発送自体は12月になるので、今年のクリスマスのご褒美やプレゼントにぜひチェックしていただけると嬉しいです。私も大好きな人たちへプレゼントしようと思っています。一番お得な購入方法についてはぜひ概要欄をチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。